平井譲さん、被爆当時13歳。学徒動員で中深川へ行くため芸備線に乗っていました。午後に矢賀駅で解散、線路上を歩いて自宅へ帰りました。平井さんは8月6日、矢賀駅から小井へ向かい入試被爆しました。原爆の時は中学2年生で、広島市立中学2年生です。家族としましては、私と10人違う兄がおったんです。間がおったんですが死んで、私と兄が10人違うんですが、その長兄は軍隊に入りまして、ちょうど今の暁部隊船舶工兵ですね、あれで新潟の方へ行っておりました。それで弟と妹がここの小学校の5年生と6年生でおりましたんですが、これは疎開して北広島の方へ行っておりまして、ですからうちは家族としたら6人家族なんですが、3人揃っておりまして、広島市におったのは私と祖母と母の3人です。広島駅おる時空襲警報が出ました。それで当時はね、もう空襲警報が出ても母校にも入らなりません。みんなもう慣れっこになりましてね、毎日のように B29 来るんでね、空襲警報が出ても何もせずに、で1機ほど来て、B が飛んどらいうぐらいで空を見てるぐらいのことで、その後また空襲警報解除で、そのまま自動的に警戒警報になって、で汽車に乗って、警戒かな思い言ったら、汽車の中からまたB29はまた B が飛んどらえて空を見上げました。それからトンネルを入って出たか入ったかどっちかでピカッと光りましたね。稲光がありますね、雷の。あれよりもうちょっと赤っぽいような光がピカッと光りましたね。それでトンネルを出ましたら、東の方か南の方ですかね、山と山の間からもう雲がうわーっと湧き上がりましたね。その後は、一応中深川へ着きまして、それでそこで海軍交渉の動員でしたんで、海軍の担当者が来るのを来るまで待機していました。9時頃になっても海軍の担当者は来ないんですよね。海軍の担当者は来るので腹も減ったし、未食会でから弁当食べたんですよ。早いが食おうかって。ただホームの南側から10人ぐらいねつながってずるずる歩いてきました。服がボロボロに焼けて、で帽子が割合かぶった人がおったんですよね。これは真っ赤になって、まだ赤かったですね。でこれは半袖で、これは下がフードを焼けとりましたね。でところどころ赤むげになって、タラッとで足元は割合しっかりしてましたね。ゲートルでなんか入っておりますんで、男か女かがゲートルではっきり女にしたもんで、それから10人ぐらいぞろぞろホームの端から線路沿いに歩いて来られたもんですね。でホームに上がって来られたんで、どうしたん言うたら、広島爆撃されて広島全滅よ。あれ3時頃になってからですかね、三好から救援列車が着きました。汽車へ乗せてもらって、それで矢賀駅まで来ました。それで矢賀からは広島駅が燃えとるんで入れない、汽車がこれ以上入れないので矢賀駅で降りまして、西方面へ帰るもんと一緒に矢賀駅からものによったら大内峠を越えたか、それとも岩花湯、今の大須賀の方へ大きな岩山があったんですよ。今の2号線へはみ出たい、あそこをぐるっと回って、鉄道線路沿いに市内入って西へ向かいますから、左側ですね、広島市内がもう真っ暗で、
まだ5時前ですよね、4時過ぎぐらいで真っ暗ですね。横側を過ぎますとね、もう三滝、それから山手、もう全然普通と変わりませんでしたね、あそこの。ただ線路の上をゾロゾロゾロ有子の行列みたいにこうずっと歩いてはおりましたね、人がね、ずっと途切れなく歩いてましたね。まあ、その人らと一緒に小井まで歩いて、小井へ帰って、小井橋の根元へ自宅があったんですよね。その自宅は2階がもうちょっと自分の家は2階がちょっとこう、崩れています。でまあ一応家へ帰りましたら誰もいないんですよ。あれはお母さんおばあさん母と祖母がおりましたからね、どうしたんじゃろうかいうのでまあ、近所へ、人がおりましたんでね、うちのお母ちゃんどこ行ったんじゃろうかって聞いたら、あなたのお母ちゃんは防空壕、町内会で掘った防空壕行っとるよ、怪我も何もしとってないで帰ってくるよ、しばらく経ったら母が帰ってきました。で祖母はなかなか帰らんでですね、だい6時過ぎぐらいですかね、祖母が一人でちゃんとして帰ってきました。祖母は朝新霊が千田町にありましたのでね、そこへ行く言うて朝出てそれで帰ってこなんだんですよ。やっぱり6時か7時頃帰ってきました。それで千田町行きましたら市内はもう火災で通れないんで、それで川口ですね、橋がもう燃えとったり落ちたりしてもいないんで、川口まで川の下まで降りて川を浅瀬を渡ってこういう橋を越えて3本か4本渡って帰ってきてくれました。でまあうちは一応3人が無事にその日は帰ってきました。次の日は7日は一応学校へ、一応学校は休みとも何の通知もないんで学校へ行くということで、坑道の骨組みが残ってましたね、カラスの巣のように。昔鉄骨じゃったんだろう思いますよね。でこの学校でも坑道が崩れた後は鳥の巣みたいに鉄骨がこうむき出て、坑道はその骨が残っていて、それで2階建ての校舎があったんですが、それも吹き飛ばされて焼けて跡形なく、でその校舎の北側に学校全員で作った半地下式の防空壕があったんですが、その防空壕は完全に無傷に残って、それでこの校門のところへ3年生か4年生が5、6人が机を出して受付みたいなのを人が出ました。でそこで学校みんなどうしとるん言ったら、みんな学校おったものがやけどしたり怪我したりして抜いとるよ。先生が高一地区のものはすぐ高位へ戻って恋の学校へ市中の生徒が避難してるけどすぐそっちの方の9号に行ける高一地区のものはみんな恋へその足ですぐ帰りました。昼ないですかね、家一応帰って、それで昼飯を食べて昼から恋の小学校へ行きました。校門から左右に塀があるんですが、その周り植木の根元に人がいっぱいうずくまったり座ったり気へもたれたり、ひどい人は寝とる人もおられましたが、寝とる人は死んでられたかもわかりませんけど、それで講堂へ入りました。で講堂の中もまたこの裁縫教室と同じようにやっぱり救護所になっとったと思うんですよ。中はちょっと机が置いて空いていましたけど、周りにはもう被爆者がね、それから赤むげになった人、皮が垂れた人、だからそ
刺さった人もおりましたね。あの頃ガラスが刺さるのはちょっといなかったんですね。こういう窓ガラスにみんな半紙をちぎってね、こう短冊をこう貼ってみて、ガラスが違うようにしとったんで、そのガラスで痛い痛いを言う人もいましたね。で報道の中でもやっぱり支柱のものがおらんから探したりで、まあ結局おらんか言うて探して歩くことと生きとるか死ぬるかを探すだけに手当て救護せえ言われたけど救護しようがないんですね私らじゃ。もう触ったらもうそのまま筋肉や皮膚が手ついてきそうでね、教員室側やったら思うんですが白の木ですね、ヤシの木みたいな背の高い木で幹回りがこれぐらいで30センチぐらいですかね、木がありまして、その根元へそのよその学校の中学校の生徒がまあ木に座って休んどったんですね。でそしたらそのお母さんらしき人が自分の子供を探しに来られたんで、このところまで来てどうもこの子は自分の子供らしい思って気づかれたんでしょうね。名前は私がつけたんですが敏弘か言ってからお母さんが覗き込むんですがね、顔がもう焼けとるしね、でようわからんので、ね、お母さん自分が子供とよう確認できないんですね。6日の朝出た我が子と今8日の日見る我が子とあまり焼け焦げとるんでわからんのですね。ゲートのところに名前書いてあったんでしょうね。これは自分の子じゃ思って気づかれて、お前敏弘か、お前待っとれよ、すぐお医者さん連れて来たるけいのってお母さんすぐもう書き出します。門を出てね。例えば当時見てくれるようなすぐ来てくれるようなお医者さんおるわけないですね。お医者さんも自分が目いっぱいですし、それでもう学校へおるのにね見てくれませんですよね。それでお母さんすぐ、自分の家まで帰ってあれこれ手尽くしたんでしょうが2時間ぐらいして帰ってきてお医者さんがおらんわ。でもこれじゃここ置いとってもしょうがないけ家帰ろう連れて帰ってやるけえのって男の人と2人で第8車へ布団積んでそのお母さん来た。それでなんかよもぎかなんか汁をつけてそれで浴衣履きしてそれで男の人と2人で第8車に乗せて布団を引いた第8車に乗せて校門から出ていった。こういう上の集会所へみんなで運んだんです。9人ぐらい市中生運んだと思います。それで9日に運んで、それで9日の夜もう生き残ったもの3人ぐらいしかおらんかったですね。10日過ぎますともう恋の小学校はもう被爆者もだんだん少なくなりましてね、校庭の煙も少なくなりましてね、市中生もいなくなりまして、それで集会所もいなくなりまして、それで学校も全然再開されずに、それで食べ物は私の家は焼け残りましたので崩れはしましたかね2階が。それで一応どうにか食べて町内会からね田舎からの炊き出しがありましたね、結びの。それで八幡村それから五日市の八幡村なんとか村雪とかああいうところの田舎の村からみんなおむすびを山盛りにしてね炊き出しがありました。8月の19日母の里の方へ疎開を北海道の方へ行くことにしました。昭和22年春か学校を辞めて、でしばらくはいろんなことをしましたね。
昭和31年です。これは世話する人がありまして、今のお母ちゃんが幼稚園に勤めとったんですね。見合いもらわんかいう話があって見合いをしてもらいました。子供は、女の子が2人できました。心配しましたけどね、その当時は工場に生まれて育って今孫もできています。初めはねものすごく不安なかったですね。ちょっと貧血気味はずっとありましたね。ちょっと立ちくらみとかのようなのがありましてね、健康不安はずっとありましたね。戦争が一番ね悪いですね。戦争せな原爆は使わんと思いますので、私がね生き残ってね彼らのことを話すのはお前は生意気なんだよ、お前が話していいんか言われそうな気がするんですよね。死んだ後情けないすまんのいう気がするんですが、小さでも話しておきたいと思いましてね、残してあれらのことを若い人のね年の違わない人が親にも見とれず家族にも見とられず一人で焼き殺されていった人の、それもこの今立っとるこの広島の土の上死なれたいうことをねいつまでも私ら死んでいなくなりますけども、私らが死んだ後も語り継いでいってほしい、そういう気持ちで私はこの度証言へ申し込んだ次第です。